美の種、誰が言ってたの？うちの番組でですね、金子先生のいろいろなお話を聞いてったところ、和と陽であるとか、光と影であるとか、エロスとタナトスであるとか、そういうその相反するものを、非常にうまくまとめ上げているなというふうな印象を受けまして、でそれをそのインタビューを聞いていったところ、いわゆるそれはおそらく先生の審美眼、心の中でまとめていくことによって可能にしているんではないかと。僕らが相反すると思っていることは実は相反していなかったりとかっていうところが、金子国義にとっては両極というのはその美の種というか美の元になっているものなのかなと思い、そういうふうな結論をつけてみたんですが。はい、両極っていうのはいいですよね。違った世界のものと違った世界のものを合わせて、いやなんていうんですかね、美の種、元、本髄が極端と極端を合わせるとなんか自分の世界になるんじゃないかと。それとやっぱり陰影来産ですよね。影があって、だから今ここ映ってんのは両方から光が来てるから、この番組はちょっと嫌ですね。一回断ったんですけどね、あんまり明るすぎると影がないでしょ、これ両方からです。舞台だとこうスポットがあるじゃないですか。だから僕の写真でも何でも自分で作ったもの、それから絵でもそうだし、もうやっぱり光と影で、だから片方の方から光が入ってきて、ある絵描きさんにインタビューされたんですけど、いやこっち側から入ってくる光がいいですねって褒められましたよ。やっぱり絵描きっていうのは光がどっちから入ってくるかって、どっちが影になるのかっていう。でたまに明るくして最後は谷崎じゃないんですけど、やっぱり明るいところを持ってって見るって。昼間の光が本当はいいんですけど、大体夜型になっちゃうんで、もう朝日が出ちゃってね、それでまた見たりして、まあかっこいいこと言ってますけど、別に僕はなんていうの、有名になりたいからとかっていうそういうあれは全然なくて、誰かがいいあれをお仕事をくれるとそれがいい仕事なんですよ。だからつい書いてしまって、それでなんかエロティックなものを書くと、昔の版画家が詰まっちゃうと春画を描くっていうじゃないですか。だから僕は春画じゃないけどエロティックなものが好きなんですよ。これには出せない絵が随分ありますからね。それは人が決めることじゃないですか。自分は好きで描いてるから
好き嫌いで、アリスはオリベッティのジョリージュ・ソワビっていうアートディレクターが、僕はこのぐらいのちっちゃいで登山の写真があったんですよ。でそれがもう印象的で、それ借りてでデッサンでこうまとめたんですけど、それであと女の子の、そしたら女の子の方をあれして、これはアリスだっつって、それからオリベッティでアリスで、アリスなんて読んだことなかったんですよ実は。で絵本でしか読んだことないから、それで矢川さん、澄子さん、元の渋沢さんの奥さんが訳したのがもうすっごかった、いいんですよ。で自分でもそれに影響されて物語を書いちゃったっていうのもあるんですけどね。誰でも考えるんじゃないですか、年取ると。僕印象に残ってるのは滝口修造さんが日本にシュールリアリスムをこう持ってきた人なんですけど、その人がよく倒れるんですよね。それで短歌に乗せて、僕は直に話聞いたんですけどね、雲がねピューッと速く流れるって怖いっつってましたよ。だからそれで亡くなった時にお別れでこう顔を見るでしょ。絶対見せないんで、もう顔が恐怖であれになってたんで、だから一番死について考えてたのは滝口さんじゃないかなと思いますね。その顔が引きつって恐怖のあまりこう死について考えると、やっぱりこの次はこの人生だけだったのかしらとかいろいろ考えますよ。また次の世界何年かしたら自分と同じものがいたらいいなと思ったり、そういう今クローンでなんか考えてる人もいるでしょうけど、そういう毎日考えるっていうわけではないですけど、たまにふらつついて「あ、先生どうしたんですか?」って言うと、そうすると歌舞伎のセリフで、審判のセリフなんですけど「立ちくらみさ」っていう言葉があるんですけどね、それでごまかしちゃう。ちょっと洒落てんですよね、それが。教科のセリフなんですけど「立ちくらみさ」って。いや皆さん素晴らしい、ありがとうございました。本当に一人一人にまたあれしますけど、言いたいことはないですね。皆さんピタッとはまったことをおっしゃってくれて、なんで下ばっかし映すの？
コメントはね難しいと思いますよ。でもシモンさんがいいこと言ってくれて、2人でうちにいる時に色鉛筆をこう出すんですよ。それでどの色とどの色が合うっつってこうやって遊んだりなんかして、だから色彩感覚の話、この色とこの色は素晴らしいねって言って、だから一つの色とじゃなくてこう互いにこう、相まって素晴らしいものが色が出るっていうですよね。このベルトも見ていただかないと。可愛いっつって言ってくれる人がいますけどね。先生ありがとうございます。はい。最後にまた最後。いや質問は以上になるんですが、番組に対して何かご意見とあればいただきたいなと。いやこの陰偉いさんがないっていうこの両方、片方だけだったらねよかったんですけど、バッチリ顔が出ちゃうから、引きで撮ってもらいたかった。お綺麗に撮りたいと思いまして、綺麗に撮りたいなとお顔をでバッチリ照明を当ててみたんですが、だって両方から影が出ないじゃないですか。これうっすら影出してるんです。実はうっすら影出してまして。あ、そうですか。はい、こっちですか。そうです。そっち側が影になってます。こっちが当たってます。そっちが、そうですね、光側で、右頬側が、影の側になってます。あ、そういう気配りをなすってくれた。ありがとうございます。とんでもないです。こちらこそありがとうございました。長々とありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。